今回のテーマは、敬語、これがわかれば大丈夫ということで、敬語を使うときのポイントを解説していくよ。まず、敬語には3つの種類があるんだ。その違いを簡単に説明するよ。1つ目は丁寧語だ。これは文の最後にですやますをつけたり、言葉の前におやごをつけたりすることで、丁寧なイメージにすることができるんだ。ちなみに、おとごのどっちを使うか迷った時のコツを知っているかな？それは言葉の読み方を比べることなんだ。ご友人のように、後ろの言葉が音読みの時にはごを、お友達のように、後ろの言葉が訓読みの時にはおを使うんだ。ただし、お食事のように例外もあるから、あくまで基本として知っておくといいよ。二つ目は尊敬語だ。これは、召し上がるやおっしゃるなど、目上の人の行動や持ち物などを立てる言い方で、相手を高めることで相手を敬う表現なんだ。敬うとは、優れたものとして大切にし、尊敬の気持ちを持つことだよ。三つ目は、謙譲語だ。これは、いただくや申し上げるなど、自分の行動や持ち物などを下げた言い方で、自分がへりくだることで相手を立てる表現だ。へりくだるとは、自分を控えめにすることで相手に対する尊敬の気持ちを表すことなんだ。丁寧語は誰に対しても使うことができ、見つけたり使ったりしやすいので、今回は尊敬語と謙譲語についてもう少し詳しく解説していくよ。それじゃあ、カレーライスを食べたという場面について、尊敬語と謙譲語を使ってみよう。登場人物は私と社長だ。社長がカレーライスを食べたということを私が説明するみたいだよ。社長というのは基本的に目上の人なので、カレーライスを食べた社長のことを挙げて、尊敬の気持ちを表すんだ。これが尊敬語だよ。食べたという言葉の尊敬語は、召し上がったという言葉になるので、私のセリフは、社長はカレーライスを召し上がったとなるんだ。このように相手の行動を挙げて尊敬の気持ちを表すのが尊敬語だ。一方、同じような場面だけど、カレーライスを食べたのが話をする自分自身だったとしよう。この場合、社長の行動ではないので、さっきのように相手を高くすることができないよね。それでも尊敬の気持ちを表したいとき、どうしたらいいかな？こういったときには、自分を下げることで自然と相手のことを上にすることができるんだ。これが謙譲語だよ。食べたという言葉を謙譲語にすると、いただいたという言葉になるので、私のセリフは、私はカレーライスをいただいたになるんだ。つまり、尊敬語と謙譲語を使うときにポイントになるのは、誰の行動かを考えることなんだ。話している人とは違う人、つまり相手の行動を表す場合には尊敬語。話している人と同じ人の行動、つまり自分の行動について話す場合には謙譲語を使うということだね。尊敬語と謙譲語の使い分けのポイントを説明したけど、ここで上級編として、社長が何々と言っていたという場面について解説するね。さっきのように、私と社長がいて、社長が何やら話しているよ。先ほどの説明では、社長は目上の人なので、社長の行動を挙げて尊敬語を使ったよね。言うという言葉の尊敬語はおっしゃるだ。つまり、私のセリフは、社長が何々とおっしゃっていましたとなるね。しかしここに、他の会社の社長が現れて、自分の会社の社長が言っていたことを伝える場面に変わったとするよ。この場合、自分の会社の社長の方が年上でも、通常は相手の会社の社長の方がより敬意を表す相手になるんだ。そこで相手への敬意を表すために自分たちの行動として下げる、謙譲語を使うことで相手を上にすることができるんだ。言うの謙譲語は申すなので、私のセリフは社長が何々と申しておりましたになるんだ。ちなみに、おりましたというのもいましたの謙譲語だよ。ここでみんなに伝えたいのは、社長の行動はいつでも尊敬語にすればいいわけではなくて、場合によっては謙譲語になることもあるということなんだ。
母がそちらに伺いますなど、家族やグループのメンバーなどの行動を他の人に話す場合には、自分以外の人の行動でも謙譲語を使うことがあるよ。つまり、謙譲語は自分たちの行動をへりくだる表現と覚えておくと、より正しい使い方ができると思うよ。ここで日常生活でよく使われる言葉の尊敬語と謙譲語をいくつか紹介するね。行くの尊敬語はいらっしゃるやおいでになるで、謙譲語は参るや伺うだ。来るの尊敬語はいらっしゃるやおいでになる、お越しになる、見えるで、謙譲語は参るや伺うだ。行くと来るは同じような使い方ができるね。食べる、飲むの尊敬語は召し上がるで、謙譲語はいただくだ。言うの尊敬語はおっしゃるで、謙譲語は申すや申し上げるだ。聞くの尊敬語はお聞きになるで、謙譲語は伺うだ。伺うはよく使われる謙譲語みたいだね。あげるの尊敬語はくださるで、謙譲語は差し上げるだ。いきなり全部覚えるのは大変だと思うけど、聞いたり使ったりすることで覚えていけるといいね。それじゃあ今日のまとめだ。敬語には3種類あって、丁寧語の場合、後の言葉が音読みだったら語、訓読みだったらおを言葉の最初につける。尊敬語と謙譲語は、相手の行動か自分たちの行動か、誰の行動かを考えることで使い分ける。尊敬語は、相手の行動を高めることで相手を敬う表現で、謙譲語は自分たちの行動を控えめにすることで相手を立てる表現なんだ。このポイントを押さえて敬語を正しく使ってね。最後まで見てくださりありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。